はい、どうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回ね、ご紹介するソースはこちら。はい。バンブランアラトマトですね。バンブランソースのトマト風味のものになります。はい。で、以前ね、やりました、こちら。はい。こちらバンブランソースが基本となりまして、で、当然ね、このバンブランソース作るのに、こちら。はい。ヒュメドポワソンですね。もしね、一度お作りになる際は、一度ご参考程度にね、こちら見ていただけたらなと思います。で、今回ね、バンブランソースのこのトマト風味のものに合わせて、こちら。はい。ノルメサーモン、ご用意させていただきましたので、こちらのね、ポワレ、の方をと合わせて、ご紹介したいなと思っておりますので、ぜひ、見ていってください。それじゃあ、皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティに変えます。じゃあいきますよ。せーの、どうはい、じゃあこちらね、ノルウェーサーモンになります。で、この緑色の紙はですね、グリーンパーチって言いますね。で、この頭の部分のところですね、横のところにも骨がありますので、そこを抜いていただいて、で、順次ね、こちら中骨の方を取っていきます。で、刃をね、逆刃にして、こちらね、腹骨の方をまず切っていきます。で、今ね、私ちょっとこれね、下にね、濡れ布巾を引いて、で、こう、まな板でこう、グッて、こう、今回しましたけども、これ場所によっては結構真面目に怒られるので、あまりこれはやらないような方がいいですね。撮影でちょっと見やすいようにやってるっていうのがあるんですけども、場所によってはマジでめちゃくちゃ怒られるんで気をつけましょうねっていうお話ですね。はい。で、こちら、腹のね、取っていただいて、で、こちら、ちょうどね、この尾びれのね、こう三角になり始めたところでちょっとカットして、で、あとは半分で、こんな感じでカットします。で、これ、超吸水キッチンペーパーって、よくね、ご家庭でも売ってるやつなんですけども、それに、をかまします。ここでですね、表面の水分をしっかり取ります。基本的に焼きで使うので、白いタンパク質を出さないために、ここで表面の水分をしっかり出してあげるっていうことをやってます。はい。で、こういう風にね、しっかりもう私はペーパーでだいたい1日からですね、冷蔵庫で保管して水分をしっかり取ってます。こんな感じですね。で、材料紹介です。エシャロットですね。ベルギーエシャロットってやつですね。で、マッシュルーム、こちらへ使用します。で、トマトペーストですね。生クリームになります。で、こちら、ヒュメドポワソン。ちょっとですね、色が違うと思うんですけども、あれは煮詰めたタイプのものになります。で、こちら白ワインになります。で、今回はバターモンテではなくて、コーンスターチでいきますので、コーンスターチになります。はい、こちらがですね、1日寝かせたものなんですけども、こうやってね、表面の水分なくなりまして、結構ね、きっちり身が締まってます。で、この尻尾のところはパスタとかにちょっとね、使おうかなと思ってます。で、こちら身の方になりますね。こんな感じになりますね。もうしっかりね、締まってますんでね。これがやっとくとですね、焼いた時にタンパクが出ませんので。で、マッシュルームの方はこうやって濡れ布巾で、表面こうふっと拭いていただけるとこういった培養土のね、ものが取れますので、で、マッシュルームは薄くスライスしていただいてこんな感じで、で、エシャロットですね、こちらも薄切りにしていきます。
こんな感じですね。で、焼く分のね、サーモンちょっとカットします。で、塩を打っておきます。で、バターですね、ちょっと溶かしていただいて、で、そこにシャロットを放り込んで、で、まずね、軽く炒めていって、マッシュルーム入れていきます。でね、もう全体的にしんなりしたところで、白ワインを入れていきまして、で、こんな感じで沸かしていきます。で、こちらのね、バンブランのしっかりしたね、作り方の動画を見たいよっていう方は、概要欄の方に、バンブランのね、概要欄、動画の URL 貼っておきますので、そちらをご参照ください。今回は結構短縮してお話しさせていただきます。で、沸いたところでこういった形でアクを一回ね、アクと油を取っていただきます。で、これからがっつり煮詰めていきますね。で、ヒュメドポワソン入れてからこうグッと煮詰めたところで、こしていただきます。だいたい5分の1ぐらいまで煮詰めてますね、ヒュメドポワソン入れてから。で、ここはしっかりギュッともう絞っていってください。で、沸かしたところで、生クリームを入れて、でここでですね、この生クリームの乳臭さをちょっと消すのに、ここもね一回ちょっと軽く沸かしてからゆっくり煮詰めていきます。で、だいぶ煮詰まったところでね、このトマトペーストを入れていきます。で、ここでですね、味を見て、塩をまず決めていってください。で、ちょっとだけですね、グラニュー糖をちょっとだけ入れます。何をするかっていうと、甘くするためではなくて、トマトの酸味に対して、この諸糖ですね、グラニュー糖は諸糖なので、諸糖を入れて、ちょっとね、味を決めていくっていう形のやり方をしています。で、ここでね、コーンスターチをゆっくり入れていきまして、ちょっとずつ入れて、ここら辺までの滑らかさにしておきます。こんな感じですね。で、これをこしていきます。だいたい分量でここまで減ってしまうもんなんですよね。結構しっかりね、煮詰めますのでね。はい。こんな感じですね。これで、バンブランアラトマトは完成になります。じゃあ、サーモンですね。で、フライパンをね、しっかり温めていただいたところで、皮目だけを当てていただいて、で、弱火で、ここで弱火にして、ゆっくり、火を入れていきます。イメージとしては、皮面だけでもうほぼ7割ぐらい火を入れるっていうようなイメージの方がいいかもしれないです。で、このフライパンは中にですねちょっと銅が仕込まれてるタイプなので結構熱伝導がいいので一回ちょっと逃がしましたね。でこんな感じで一回軽く横に倒しますが、ここでですね、そんなに横に長くは置きません。本当に20秒ぐらいじゃないですかね。だいたい今これノーカットでいってるんですけどだいたい20秒ぐらいだと思うんですよね。で、そうしましたら、また横っちょにしてあげて。焼き色つけないんですかっていうことなんですけども、私はね、ノルウェーサーモンに関しては、焼き色はつけないようにしてますね。はい。
で、こんな感じで、底面のところに関しては、どうしてもね、カーブがあるので、こういった形で当てながら、まあ、あんまり秒という言い方は好きではないんですけども、まあ、こんな感じで20秒ずつぐらい、こう、間隔で、こう、色をつけていってるっていう感じですよね。で、こんな感じですね。もう皮もね、しっかりパリパリっとなってますのでね。で、180度ぐらいに温めたところに大体3分ぐらい入れて一回様子見ましたね。で、まあちょっとここら辺はもう感覚になってくるんですけども、まあ触った感じであと2分ぐらい入れようかなっていう感じでこう入れてみた感じですね。バッチリですね。はい。こんな感じです。ではドレッセーです。もうこれはねすごいシンプルにで、ノルウェーサーモン油がありますのでね、ちょっとペーパーで拭いてあげてからポーンと置いていただいて、でソースを持っていくっていう形です。ではこちらワンブランアラトマトでございます。いかがでございますかね。では実食です。おやおやお皿が変わってるぞと思いましたよね。ですねこれちょっとサムネ用で撮影してて、一旦ちょっと黒でやったり白でやったりっていうんでちょっといろいろやってて、で、白で実食したっていうのが流れですね。はい。で、中はこんな感じですね。やっぱりね、ちょっと撮影があったので、結構ね、ヒューッとこう中までね、火は入ってる感じなんですけども、もうちょっとね、早く開ければ、まあ、ミキュイのような雰囲気にはなります。はい。うまい。ノルウェー産もやっぱうまいな。皮もパリパリで最高ですね。うわ、もうホロホロに崩れちゃうね。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございましたかね。バンブランアラトマト、ノルウェーサーモンのね。いやー、やっぱね、最高ですよね、ノルウェーサーモン。はい。で、まあ、こちらね、バンブランアラトマトで、まあ、一つね、ちょっと、プラスアルファで、まあ、補足すると、トマトペーストなんですけども、こちら、もしね、ちょっとこだわりたいっていう時は、できればね、イタリア産のトマトペーストを使った方が、おすすめですね。はい。イタリア産のトマトペーストって結構ですね、甘めという言い方はちょっと違うんですけども、甘みがあるんですけども、味が結構深いんですよね。で、もちろんね、日本のものも美味しいは美味しいんですけども、ちょっとね、日本の方は酸味がね、結構立ってるっていうか、ところがあって、私は結構好んで、イタリア産のトマトペーストを使ったりします。大体もう私はもうもうここだっていうのを決めてるので、よっぽどじゃない限りあんまりこう日本のトマトペーストはあんまり使うことはないんですけども、っていうぐらいやっぱりイタリア産のトマトペーストは結構私は重宝してますね。はい。で、あとですね、まあ、ノルウェーサーモンの件なんですけども、こちらですね、ノルウェーサーモンなんですが、これって、実は空輸で来てます。フラビンとかで冷凍されてきてるっていうわけじゃなくて、これね、ノルウェーから日本への直行便で来てるんですよね。はい。これについてね、ちょっとね、裏話とかあったりするんですけども、まあ、それはね、まあ、別チャンネルの方の、ジンチャンネルのライブ配信とかで、ちょっと小話でね、お話ししようかなって思ってますので、まあ、ぜひぜひ、そちらの方も遊びに来ていただけたらなと思っております。まあ、ちゃっかりね、宣伝してるところがあれなんですけども、はい。まあ、これからの時期ね、
もうおそらくスーパーの方なんかでもちょっとねノルウェーサーモンもちょこちょこ出始めてきて、もしね見かけたらぜひぜひ召し上がってみてください。はい。で、またね、毎週日曜日、の20時から別チャンネルのジンチャンネルの方で、ライブ配信しておりますので、もしね、まあいろいろこうコメントとかも読み上げてあれこれね、小話雑談してるような感じですので、ぜひぜひ遊びに来てください。それじゃあね、また次の料理でお会いしましょう。またね。バイバイ。